タイ最南部、マレーシアとの国境にも程近い場所に位置するパッターニー県。日本ではあまり知られていない土地ですが、ここにはタイの中でも、ひときわ個性的な歴史と文化が今も色濃く残されています。青く穏やかな台湾、何百年もの歴史を刻んできた港町、黄金に輝く仏教寺院、そして美しいイスラム建築。さらに、タイ文化とマレー文化が自然に溶け合うこの地では、人々の暮らしそのものが旅の魅力となっています。観光地として派手な賑わいはありません。しかし、一歩路地へ足を踏み入れると、そこには他のタイでは決して見ることのできない景色が広がっています。昔ながらの木造家屋が並ぶ街並み。市場に漂うスパイスの香り。モスクから静かに響く礼拝の呼びかけ。夕暮れになると漁船が港へ戻り、人々は笑顔で今日の出来事を語り合います。そんな穏やかな時間こそが、パッターニー最大の魅力なのです。今回は、歴史ある港町、美しいモスク、王国時代の面影、そして南タイならではの文化を巡る旅へご案内します。まず最初に知っていただきたいのは、パッターニーという町が、かつて東南アジア屈指の貿易都市だったという事実です。15世紀から17世紀にかけて、この地域にはパタニ王国と呼ばれるマレー系イスラム王国が栄えました。中国、アラブ、インド、日本、ヨーロッパの商人たちがこの港を訪れ、香辛料や織物、陶磁器、木材などを積み込み、世界各地へ運んでいきました。当時のパッターニー港には、多くの言語が飛び交い、異なる文化が交わり、国際都市として大きく発展していたのです。日本とも深い関わりがあります。江戸時代初期には、朱印船貿易が盛んに行われ、日本人町も築かれていたと伝えられています。山田長政の時代とほぼ同じ頃、日本人商人たちはこの港へ訪れ、東南アジア交易の重要な拠点として利用していました。この町を歩いていると、タイというよりも、マレーシアやインドネシアの港町を歩いているような、不思議な感覚になります。それほどまでに、この土地には、独自の歴史が息づいているのです。そんな歴史を感じながら訪れたい場所が、パッターニー旧市街です。近代的な建物は少なく、古い商店や木造建築、中国様式のショップハウスが、今も数多く残っています。色鮮やかな窓枠や木製の扉には、長い年月が刻まれ、一軒一軒が街の歴史を静かに語っています。細い路地には昔ながらのコーヒーショップや菓子店、小さな食堂が並び、地元の人々が朝から談笑しています。華やかな観光施設ではありませんが、この街を歩いているだけで、パッターニーの日常を感じることができます。市場へ向かうと、さらにこの土地らしい景色が広がります。色鮮やかなヒジャブを身につけた女性たち。新鮮な魚介類を並べる漁師。南国フルーツを山のように積み上げる露店。スパイスや乾物、ハーブ、ココナッツミルクの香りが市場いっぱいに広がっています。南タイ料理にはマレー料理の影響が色濃く残っており、香辛料をふんだんに使った料理が数多く並びます。市場では朝早くから地元の人々が買い物を楽しみ、観光客にも温かく声をかけてくれます。言葉が通じなくても、笑顔で迎えてくれる人々との触れ合いは、この旅ならではの思い出になるでしょう。続いて訪れるのは、パッターニーを代表するランドマーククルーセモスクです。赤レンガで作られたこの歴史的建造物は、およそ400年以上前に建設が始まったと伝えられています。未完成のまま現在に至るという珍しい歴史を持ち、その独特な姿は訪れる人々を魅了しています。ゴシック建築や中東建築、マレー様式など、様々な文化の影響が見られる美しい外観は、タイ国内でも非常に珍しい存在です。建物の周囲には、静かな空気が流れ、訪れる人々は歴史へ思いを馳せながらゆっくりと見学しています。
夕暮れ時には赤レンガが柔らかな夕日に照らされ、幻想的な雰囲気に包まれます。さらにパッターニーには、南タイ最大級とも言われる美しいモスクがあります。パッターニー中央モスクは、白い外壁と巨大なドームが印象的な壮麗な建築です。中央アジアや中東を思わせる左右対称のデザイン、美しく整えられた庭園、池に映り込む純白の姿は、多くの旅行者が思わず息を飲むほどの美しさです。礼拝の時間になると、多くの信者が静かに集まり、厳かな空気に包まれます。異なる宗教文化に触れながらも、互いを尊重し合う人々の姿は、この街の魅力を象徴しているようです。モスク周辺では、地元の家族連れが散歩を楽しみ、子供たちが元気に遊ぶ姿も見られます。宗教施設でありながら、人々の日常に自然と溶け込んでいる様子は、パッターニーならではの温かさを感じさせます。歴史ある港町、イスラム文化、美しい建築、そして穏やかな人々との出会い。旅を続けるほどに、この街が単なる観光地ではなく、多様な文化が何世紀にもわたって共存してきた場所であることを実感するでしょう。この土地には、台湾と共に生きる人々の暮らしが今も色濃く残されています。早朝、まだ薄暗い海へ数多くの漁船が静かに出港していきます。波は穏やかで、水平線から昇る朝日が海を黄金色に染める光景は、南タイならではの美しい一日の始まりです。港へ戻った漁船には、新鮮な魚やエビ、イカ、カニなどが次々と水揚げされ、市場には活気があふれます。地元の人々は、毎日のように、新鮮な海の幸を食卓へ並べ、その豊かな恵みに感謝しながら暮らしています。観光客にとっても、この市場は、ぜひ訪れたい場所の一つです。魚介類だけでなく、南国フルーツや香辛料、伝統菓子なども数多く並び、歩くだけでも南タイの文化を肌で感じることができます。港町には昔ながらの漁村も点在しています。木造の高床式住宅が海辺に並び、子供たちは笑顔で遊び、大人たちは漁網を修理しながら談笑しています。忙しく流れる都市の時間とは異なり、ここでは人と人との距離が近く、穏やかな時間がゆっくりと流れています。続いて味わいたいのが、パッターニーならではの郷土料理です。まずおすすめしたいのがカオヤム。色鮮やかなハーブや野菜を細かくと切り、ご飯と混ぜ合わせ、甘酸っぱい特製ソースでいただく、南タイを代表する料理です。一口食べるとレモングラスや小ぶみかんの葉、生姜、ココナッツの香りが口いっぱいに広がります。見た目も華やかで、健康的な一皿として、地元でも人気があります。続いて紹介したいのがマッサマンカレー。イスラム文化の影響を受けた南タイでは、牛肉や鶏肉をじっくり煮込んだ濃厚なマッサマンカレーが広く親しまれています。シナモンやカルダモン、クローブなど数種類のスパイスが織りなす深い味わいは一度食べると忘れられません。さらに市場では炭火で香ばしく焼き上げたサテも人気です。ピーナッツソースをたっぷりつけて味わう鶏肉の串焼きは小腹が空いた時にもぴったり。甘辛い香りに誘われ、多くの人が屋台へ足を止めます。デザートにはココナッツミルクを使った伝統菓子や色鮮やかな南国フルーツも欠かせません。マンゴー、ランブータン、ドリアン、マンゴスチンなど季節ごとの味覚が旅をさらに彩ってくれます。食文化だけではなく、パッターニーには伝統工芸も受け継がれています。マレー文化の影響を受けた織物やバティックは鮮やかな色彩と繊細な模様が特徴です。一枚一枚手作業で染め上げられた布には、この土地ならではの自然や花、幾何学模様が描かれています。工房では職人たちが昔ながらの技法を守り続け、観光客も制作工程を見学することができます。世界に一つだけのお土産として、多くの旅行者が手に取っています。また、この地域では年間を通して
様々な伝統行事も開催されています。イスラム教の祝祭日には、人々が美しい民族衣装をまとい、家族や地域の人々と共に祈りを捧げます。市場や広場には笑顔があふれ、子供たちの元気な声が街中へ響き渡ります。宗教や文化を大切に守りながら、世代を超えて受け継がれてきた暮らしが、今も息づいているのです。なぜ人々はパッターニーに魅了されるのか。その理由は、多様な文化が自然に共存しているという一点にあります。タイの文化、マレーの文化、イスラムの伝統、中国から伝わった商業文化、そして長い歴史の中で育まれてきた港町の暮らし。それぞれが互いを尊重しながら共に歩んできたからこそ、パッターニーには他の地域では感じられない独特の空気が流れています。モスクの静寂、寺院の鐘の音、市場の笑い声、港へ戻る漁船、夕日に照らされる台湾。そのすべてがこの土地ならではの温かな物語を紡いでいます。旅を終える頃には派手な観光施設では決して味わえない人々の暮らしそのものが旅の一番の思い出になっているはずです。パッターニー県おすすめモデルコース。半日コース。パッターニー中央モスクから旅を始め、クルーセモスクを見学。その後は旧市街を散策し、市場で南タイグルメを楽しむ定番コースです。1日満喫コース。朝は漁港で活気ある水揚げを見学し、旧市街散策、モスク巡り、伝統工芸の工房を訪問。夕方は台湾に沈む夕日を眺めながら地元料理を味わう充実のプランです。2日ゆったりコース。1日目は歴史と文化を巡り、2日目は海辺の漁村やローカルマーケットをゆっくり散策。地元の人々との交流や食文化を存分に楽しめるパッターニーの魅力を深く味わう旅がおすすめです。パッターニー県は華やかなリゾートとは異なる魅力を持つ南タイ屈指の歴史と文化の宝庫です。古くから世界とつながった港町の面影、美しいイスラム建築、多彩な食文化、そして穏やかで温かな人々との出会いはきっと忘れられない旅になるでしょう。タイをもっと深く知りたい方にこそ、ぜひ一度訪れていただきたい場所です。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になった方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。コメント欄では、行ってみたい場所や訪れてほしいタイの県も、ぜひ教えてください。それでは次回のタイ77県シリーズでお会いしましょう。